日本をはじめ世界各国から発信される最新のコンテンツビジネス情報をお届けするコンビズコンテンツビジネス情報局のお時間です。おさやこんちゃん急にどうしたの？新しい番組始まったね。そうだね。でももうカメラ回ってるからごめんねこんちゃん。今はこういうスタッフが入ってきて話し出すっていうのもウケる時代だからいいの。そういう時代なんだ。ビズおじ先生もそう思いますよね。そうだな。もうちゃんと聞いてました？ところでお弁当出るかな？それではスタートしましょう。コンビズ。この番組はアニメや漫画、ゲーム、音楽からグルメまであらゆるコンテンツの最前線をビジネスの視点を交えながら取材・検証するビジネスエンターテインメントの新番組。コンビズコンテンツビジネス情報局。記念すべき第1回目のテーマは地方とコンテンツ。ところでおさやはラブライブだと誰推しなの？まきちゃんと花丸ちゃんが好きずら。こんちゃんは誰が好きなの？ようちゃんが好き。ようそろよそろ。他に好きな子はいないの？夕霧つづりちゃんもおすすめだよ。じゃあもう押さえておくね。ありがとうね教えてくれて。私は小原麻里。確かに可愛い。鈴木愛菜さん大好き。さすがですね。じゃあこんちゃんがラブライブの話をしてくるってことはやっぱりラブライブにまつわる場所に行ってきてくれたってこと？そう、実は私沼津に行ってきました。おさやはラブライブサンシャイン沼津ジモアイ祭りって知ってる？いやもちろんだよ。知ってないはずないじゃないですか。すごい面白い話が聞けたからぜひ見てほしいな。楽しみにしてます。じゃあ行きましょうか。それでは VTR コンビズ。静岡県の沼津市。ここは大人気アニメラブライブサンシャインの舞台となった場所。2016年に放送されて以来地元の企業や商店など街ぐるみでラブライブサンシャインと連携した地域振興に取り組んでいるのです。そんな沼津市で開催されたイベントがこちら。2022年から毎年行われている沼津ジモアイ祭り。ラブライブサンシャインのメイングループアクアが出演するライブ&ファンミーティングです。ステージイベント以外にも地元の特産品やコラボグッズが勢ぞろいするジモアイ物産展ではアニメにゆかりのあるものや地元の美味しいものを揃えるお店などさまざまなお店が出店。多くのラブライバーの方たちでにぎわいました。こちらは地元の農協のブース。これ知ってる。どんなものを置いているんですか？アニメのラブライブサンシャインの中で、農協が使ってます寿太郎みかんをですね、アニメのキャラクターが箱を持ってるというところで農協とコラボがスタートしまして、その後ですねみかんですとかお茶とかっていうところでコラボをさせてもらってこういう商品が出てるよという形になります。アニメをきっかけに農協の商品をしていただいて、食べて美味しい沼津のお茶は飲んで美味しいよ、そういった形で広がったっていうところではファンの方とも交流が進んでいるのかなというところですね。こちらは沼津市のブース。ご自身もラブライバーの一人という頼重市長が大人気。アニメが始まった時はどんな印象だったんですか？誰が見てもこれ沼津のここだよなっていうもう本当に分かるような美しい描写で描かれている。これはね沼津の PR のためにはね本当にありがたい作品だなということでどんどん深みにはまっていったと。多くの方々が、
お越しいただく可能性があるということで、地域に対する説明会なんかも開催させていただいたところでございます。そんなアニメの舞台となった場所を巡る聖地巡礼では、多くのファンが沼津を訪れ、街歩きスタンプをはじめ街全体とアニメが連携した取り組みが盛んに。行政としてはどんな役割を果たしたのでしょうか。市がですね主体的にというよりも、市はどちらかというとバックアップしたっていう形ですよね。例えば商店街の皆さんとか、そういう方々がですねしっかりと連携していただいて、その受け入れ体制だったりイベントであったりとかいろんなことをやっている。そういうことを例えばそれを情報発信するとか、そんなことをですねやりながら、3社がうまく連携しながらやった、そんなところがありましたね。ジモアイ物産展に出店する商店の中には、ラブライバーの皆さんと顔なじみになっているところも。辻写真館は市内にある店舗がアニメに登場。ラブライバーが多く訪れ、交流を深めてきました。そんな中、毎年企画してきたのがフォトコンテストや写真展。星と旅するフォト展みたいな感じなので、ラブライバーが足しげく沼津を訪れ、撮影した写真がたくさん集まったそうです。さらに辻写真館のある上土商店街にラブライブサンシャインと連携したさまざまな施策が。その一つがキャラクターをあしらった商店街発行の婚姻届。婚姻届もあるんラブライブ。商店街で指輪などを購入したカップルがもらえるのだそう。今まで300組以上のカップルがこの婚姻届で入籍したそうですよ。今来られてる皆さんと一緒に年を重ねて時を重ねていきたいと思ってるので、まだまだいろんな企画をみんなで考えながら楽しめていけたらなと思ってます。ジモアイ祭りに来たラブライバーの皆さんに沼津の印象や沼津との関係について聞いてみると、暖かい街なんですよね。本当にまず聖地巡りつつ改めて発見するなんか面白いところみたいな、そういうのを見たりもしてますね。ラブライブが好きになって沼津が好きになって、もう今やったらラブライブで来るよりも沼津のお店の人とかの話すのが好きで来てるって感じかな。沼津という街がやっぱり好きですね。その景色だったり、食べ物もそうですけど、そこに住んでる人とのつながりとか、そういうところに惹かれて自然に足を運ぶようになってるので、これから例えばラブライブサンシャインというものがだんだん遠くなものになったとしても、街がある限りは自分は多分これからも赴き続けるかなっていうふうに思います。ラブライブサンシャインとラブライバー、そして地元の事業者のつながりから生まれたストーリーがアニメの舞台となった淡島にある水族館にありました。1963年開業の淡島マリンパーク。アニメが始まって以来ラブライバーの聖地でもありました。しかし施設の老朽化や経営状況の悪化により運営会社が今年に入り閉園の決断をしたのです。館長の伊藤さんは新しいオーナーを探し営業を続ける努力をしたものの閉園を告知することになってしまいました。すると閉園を惜しむラブライバーが大挙して来園したのです。正直申し訳なかったなっていう、その受け入れる準備ができてなかったんですよね。1時間待ち2時間待ちになってすごいお詫びすることが毎日続いちゃったので、これだけね好きな方々がたくさんいるのになんで閉めなきゃいけないんだろうって。そんな時閉園を知り何とかしたいと手を挙げたのが企業ではなくテレビ番組の放送作家でラブライバーでもある今村さんでした。もう普通にファンでもう20回以上ずっとここに来てた人間なんですよ。でなんで閉めんのかなっていうのがあっていろいろ事情を聞いたら、意外と現場はやる気十分だったので、じゃあ僕の力は何もないですけどとにかくいろんな人に声かけてなんとか再建に力貸してくださいってやってるうちに
なんか知らんけど僕が社長になっちゃったっていう閉園中新社長となった今村さんが再建のための資金を集める傍ら試みたことがありました。閉園中にやっぱ島も大荒れだったんですよ。それ直すのどうしようってなった時に無料のファンクラブ作ってるんで、その人たちに「ちょっとボランティアでいいですか、助けてくんないですか」っつったらほんと300人ぐらい集まってくれて、でみんなが掃除してくれて、みんなバラバラの職業やってるんですけど、これをなんとかしたいっていう気持ちが一緒なので、あの結束力のすごさって半端なかったですね。今年7月には営業を再開。今やファンクラブの人数は5000人ほどに。ファンの方からもアドバイスを今ももらってるんですね。いろんな写真撮れる映えるポイントがあるからコスプレやりたいっていう声があったから、じゃあやりましょうっつってファンとして来てた人間として新しい魅力、まだ埋まってるもんをとにかく掘り起こす。ラブライブから始まった沼津の地域振興の未来にも目を向けています。沼津のすごいところって民間の人たちの結束力でこの沼津を多分聖地にした、外国のインバウンドに強い場所にしましょうってやったら多分とんでもないポテンシャルまだ持ってるっていうのがあるんで、そこは絶対行政の方と民間と組んでやった方が絶対いいと思います。いや感動的な VTR でしたね。実は他にもラブライブサンシャインのふるさと納税に沼津市が力を入れていて、ジモアイ物産展にブースもあったけど沼津に来れなくても寄付という形で聖地を応援するという動きも活発に行われているよ。すごいね。水おじ先生、沼津はすごく盛り上がってたけど、他の地域でもこういったことってうまくいくんでしょうか？そうだな、他の地域だと大洗とか。私大洗、茨城出身なので。そうなんだ。見てました。ガールズ&パンツァーがすごく流行っていた時期、今も流行ってますけど、大洗に行く方が多くって、それであんこを知ってくれた方もすごいいて、茨城を好きになったというメッセージもたくさん届きました。地方とアニメコンテンツによる地方創生がうまくいく秘訣ってあるんですか？難しいところがあるんだが、アニメと仕事で関わってみないとわからない知識の違いを埋めていくことが大事だと思う。例えばアニメとのコラボグッズではアニメの権利元を示すコピーライトのマルシーを入れることが必要だが、アニメ版権を使った仕事の経験がないと必要性を認識できていないことなどもあるんだ。逆もあって地元の人たちには常識なことでも他では常識ではないこともあるので、いろんなすれ違いが発生するんだ。このあたりをお互いが歩み寄っていいものを作っていこうと頑張るとうまくいくことが多いようだな。なるほどです。水おじ先生、ありがとうございました。アニメ好きだから見てくれじゃないんだ。映画っていうのはこういうものなんだ。ところでおさやは映画は好き？映画好きだよ。映画館行くこともあればサブスクリプションで見ることもあるよ。最近はどんなの見た？結構何回も私見るタイプなんだけど、今年の夏は天気の子をもう一度見たよ。そうなんだ。実は世界の長編アニメーションが集まる新潟国際アニメーション映画祭に取材に行ってきたんだよね。実は2023年に始まったばかりなんだけど、すっごい人たちが集まってたんだよ。すごいね。見てみたい。じゃあ VTR 振りよろしく。それでは VTR コンビズ。新潟県新潟市。ここでは2011年頃から漫画やアニメで街を元気にする取り組みを行っているんです。そんな中、2023年から始まったのが新潟国際アニメーション映画祭。世界中の関係者やアニメファンが集結する中、今年は世界から49本もの長編アニメーションがエントリー。そのうちノミネートされた12作品が上映されました。長編アニメーション映画の新しい可能性というものを世界に発信していけたらと思っています。今日はよろしくお願いいたします。
企画したのは新潟の大学でアニメ漫画学部長を務める堀越さん。新潟市でアニメーション映画祭を開催した狙いは何だったんですか？日本の映画祭をやるんだったらなんで新潟って質問が成り立つんだけど、僕らが見せて外国だから、要するにインターナショナルなものとして評価されるような映画祭にしたいときにもうどこでもいいわけですよ。この映画祭は世界でも珍しい長編アニメーションに特化して注目を集めています。なぜ長編にこだわっているのでしょうか？おそらくね、4、5年前だと世界で作られる長編アニメーションって50本あるかどうか、そんなにお金がかかるから、今後は AI の影響もあるだろうし、そのアニメーションの作られ方そのものがちょうど過渡期で変わっていくわけですよね。一人でも長編作れるっていう、そういう時代がアニメーションで初めて来たってことですよ。ストーリーアニメーションのインディペンデンスっていうのが出てくる可能性が出てきてるわけですよ。それはすっごく面白いことじゃないかなと思う。なるほど。とここで取材メモ。実は新潟県は日本初のカラー長編アニメーション白蛇伝を制作した大川博さんや、当時東映動画でアニメーションの監督を務めた吹谷浩二さんの出身地。その後もアニメ制作に携わる人材を輩出していて、そんな歴史的背景も映画祭開催の要因の一つなのです。コンペティション部門以外にもさまざまなイベントが開催。こちらは新潟市と関わりの深い銀河英雄伝説リ・ノイエテーゼの上映会。このアニメを制作するプロダクション IG は東京本社のほか新潟に30年以上前から作画スタジオを構えてきました。中身覗いてみたい。その理由を取締役の郡司さんにお聞きしました。さまざまな理由でその自分の生まれた土地を離れられないとか、ちょっと東京に行くまでの、勇気が出ないけどそのお仕事をしてみたいっていう方かなりいらっしゃるんですね。でそうした時に東京以外にスタジオがあるとその優秀な方たちがですねそのお仕事についていただけるということがあるんですね。ですのでこれからもっと増えると思います。銀河英雄伝説では新潟市との関係を深めてきたあるプロジェクトも。銀英伝の1期の放送の時にスポンサードしていただいたりとかかなり新潟市様にお世話になりましたので、何かご恩返しができればということでふるさと納税ってどうだろうって思ってきて銀英伝と絡めてやりませんかって話をしたらぜひって話になってでかなりの数を集めさせていただいたのでこれ成功だったなと。東京以外のねメーカーさんにも非常にいいものございますのでそういったものをキャラクターと関連付けて商品にしてふるさと納税で活用するっていうのは、ファンも喜びますし地元の方も喜ばれるので非常にいい取り組みだなとは思っています。さらに今回は機動戦士ガンダム逆襲のシャアを上映。ガンダムシリーズの生みの親である富野義行監督、メカニックデザイナーの伊豆淵豊さんが登壇。そして大ヒット映画の話題に。宮崎駿の君たちはなぜどういるのかっていうのがアカデミー賞を取れたっていうハッピーエンドでないアニメをついに作ってしまって、それがアニメのアメリカの映画界でもこんな面倒くさいアニメーションができてしまったのかっていうのはワンピースをひょっとしたら超えるかもしれない。宮崎駿監督の君たちはどう生きるかに触れた理由についてお聞きしました。手書きとしておそらくね世界的に見ても最高水準のものでしょう。でおそらくあれはもうこれ以後再現できないと思うんです。映画の持っているこれ以後の意味性ってのはものすごく大きくなってきて、デジタルというものを介してやっぱりその再構成をしなくちゃいけないのかもしれないとか、
アーティストと考えた時どういうふうに利用しなくちゃいけないのかってことを教えられてるような作品で。アニメーションに時代の変化を感じている富野監督。今回の映画祭のコンペ作品にはどんなことを感じたのでしょう。見事なくらいにアニメで自分たちが作るんだったらこうだよっていう方向性がすごく広がってるっていう感触を今回すごく得ました。ということなので若い人たちにアニメ好きだから見てくれじゃないんです。映画っていうのはこういうものなんだ、ああこういう切り口があるんだ、こういう作品のフィーリングがあるんだ、考え方があるんだっていうことが今回のこのコンペティション作品だけでもかなり幅が広くある。絶対財産になると思うんでコンペティション作品は全部見てほしい。そんなコンペ部門の作品を審査した一人、斉藤雄一郎さんは世界の映画祭を渡り歩いてきたプロデューサー。この映画祭を通して感じた次世代の国内にいるクリエイターたちへの思いをお聞きしました。東京がいいとか地方がいいとかいうことではなくて、今やもう AI の力も含めてですね、言語のバリアはどんどん壊れているんで、自分の世界から飛び出していくっていうこと、それは東京でも地方でも日本でもなくて、世界っていうその中で自分がチャレンジできる場所、役割がある場所、そこに行って仕事をしていくべきだし、自分のアイデンティティというものを見つけていくべきなんじゃないのかなと思ってます。新潟国際アニメーション映画祭すごかったね。そうそう、豪華なゲスト陣が新潟に集まって世界に向けたアニメーション映画祭をやっているなんて初めて知ったよ。水落先生は VTR 見てどう思いましたか？そうだな、今アニメ業界で一番価値が高いものってなんだかわかる？一番足りないもの。一番足りないもの、人じゃないですか？正解。おー、来ました。上手に絵を描くアニメーターが今一番価値が高くて、その人たちの取り合いなんだよ。一流のスタジオだと4年後まで仕事が埋まってるらしいんだ。キツキツですね。そう、だからさっきの VTR にもあったように、さまざまな技術を駆使して一流のクリエイターになろうという人にとっては逆にチャンスだと思うな。そうなんですね。VTR にもあったように地方でもアニメーターがこれから増えていくんでしょうか？昔は東京の武蔵野エリアにスタジオが集中していて、そこに集まってアニメを作ることが多かったが、今はデジタル化してきているから、地方でもアニメーターが活躍できる準備ができてきていると思うな。腕さえあれば世界中で働けるようになるのかもな。いや、それが叶うといいですよね。水落先生、ありがとうございました。西日本最大級の漫画アニメイベント、京都国際漫画アニメフェア京マフ。人気声優たちの豪華ステージのほか、13回目の開催となる今回は過去最多の出展ブースでにぎわう京都ならではのさまざまなコンテンツが目白押し。中でも注目は2024年10月から放送のアニメ「青の身風呂」。イベントには声優陣が集結。幕末の京都が舞台というだけあってさまざまなコラボレーションも展開。他にも京都市が推進するクリエイター支援のイベントなど盛りだくさん。近日詳しくレポートするので乞うご期待。おさや、今日は地方とコンテンツをテーマにお届けしたけどどうだった？そうだね、やっぱり地方とコンテンツビジネスの関係ってやっぱり奥が深いんだね。こんちゃんもそして水おじ先生も言ってたけど、それで盛り上がるって素敵なことなんだね。そうだね、ラキスタとかで広がった地方とコンテンツの動き。ラキスタ見てたよ。見てたの？ガルパンとか？そうそう、もうあの辺りが私の全盛期だったかな。そうなんだそうなんだよ、一緒にまた話そうね。そうだね。さて、
次回のコンビツはご覧のテーマでお届けします。それではさようなら。忘れない雨がえばどこでも行けるさ。おさや、沼津のお土産だよ。ラブライブサンシャインのアニメにも登場するみかんアイスゼリーだよ。嬉しい。作中出てくるやつだよね。いただいてもいいの？どうぞ。ありがとう。いただきます。美味しい。爽やかな味。沼津の味がするね。そうでしょ。ということで今日もお疲れ様。お疲れ様。次もお土産よろしくね。了解。Flash